こんにちはったらこんにちは。いつもです。主婦に教えるマイコンプログラミング14限目、ブザーを鳴らそうの回です。ではちょっと資料を見ていきましょう。では資料で説明していきます。よいしょ。ブザーにはパッシブブザーとアクティブブザーがあります。このシリーズで使っている電子部品キットにも両方のブザーが一つずつ入っています。どちらも足が2本出ていて、アクティブブザーにはシールが貼ってあって、ハンダ付けが終わったらハゲと書いてあります。このままにしておきましょう。これは圧点ブザーと呼ばれる部品で極性があります。プラスのマークが小さく入っています。この見た目がそっくりな2つのブザーなのですが、機能的には大きな違いがあります。見た方がわかりやすいと思うので、実際に動かしてみましょう。では2つのブザーを鳴らしてみましょう。ブレッドボードにこの2つのブザーを挿します。さっきの説明にもありましたが、ブザーは極性のある部品なので注意してください。で、左がアクティブブザー、右がパッシブブザーです。左側の端子はグラウンドなのでジャンプでつないでおきましょう。では Arduino から電圧をもらいます。まずはアクティブブザー。左側にグラウンドを挿して、右側に 5V のポートを挿してみます。音がしましたね。こんな風にアクティブブザーは電圧をかけるだけで音が出ます。対してパッシブブザーです。同じように電圧をかけてみます。一瞬音が聞こえましたかね。でも続きません。こんな風にパッシブブザーは電圧をかけただけでは音が出ないので、マイコンなんかでパルス信号を与える必要があります。めんどくさいですが、その分自由度があります。例えば音の高さを変えたりできます。このあたりの実演は次回に回しましょう。まとめです。アクティブブザーは電圧をかけるだけで音が出ます。その代わり音は1種類です。パッシブブザーは鳴らすためにパルスを作って与える必要があります。その代わり音の高さをある程度変えたりすることができます。要するにアクティブブザーは中にパルスを作る回路が入っているということになります。その分お値段はちょっとお高めになります。あと見た目は割とそっくりなので購入時には注意しましょう。で、今回はそのアクティブブザーを使っていきます。アクティブブザーは電圧を与えるだけで音が出るので、マイコンのポートで制御できます。つまり、つないだポートの出力をハイにすれば音が出るわけです。今回の目的です。ボタンを押すとピッピッピーと鳴るようにしてみましょう。ただし、この音を作る部分は独立した関数にします。ではまず回路図から。ファイルはこんな感じです。今回からブレッドボードイメージの部品配置にしてあります。少しわかりやすくなりますかね。スイッチの片側はグラウンドにつなぎます。もう片方は8番ポートにつなぎます。ブザーもプラスマークのない方をグラウンドにつなぎます。プラス端子の方は3番ポートにつないでください。これでスイッチを押すとあるパターンで3番ポートを上げ下げすれば、そのパターンで音が鳴るというわけです。今回はピッピッピーという音を作ってみます。プログラムはこうなります。先頭部分に変数を宣言しています。この2つの変数は名前からもわかるように、スイッチがつながっているピン番号とブザーがつながっているピン番号を表しています。今回は2つのオリジナル関数を作っています。最初は P 関数。これには ON、OFF という2つの引数があります。それぞれブザーが鳴っている時間と休んでいる時間を表しています。LED を光らせるときに同じことをしましたね。例えば P200、100と入れたら200ミリセックブザーが鳴って、その後100ミリセック休む。そんな動きになります。次の PPP という関数がフレーズを作っています。ここでさっき作った P 関数を使って500ミリセックブザーが鳴って500ミリセック休むというのをフォーループで2回繰り返しています。
最後に1秒ブザーを鳴らして、ピ、ピ、ピーは完成なのですが、次の発音との間を空けるために2秒を休みさせています。セットアップ関数では各ポートの設定だけしています。スイッチがつながるポートはプルアップ設定です。内部的に抵抗で引き上げる回路になっているので、スイッチが押されていないときはハイ、スイッチが押されているとローになる点に注意してください。ループ関数では8番ポートの状態を見て、ローだったらピピピ関数を動かしています。つまりブザーが鳴ります。1回の判定ごとに100ミリセックずつ待ちながら、これをひたすら繰り返します。では、回路点に沿って配線していきましょう。まずはスイッチを挿します。向きに気をつけてください。その横にブザーを挿します。これも曲線があるので気をつけてください。今回はプラスが右側です。それぞれの左側をグラウンドにつなぎます。ブレッドボード上の配線はこれで終わりです。アルディーノとつないでいきます。いつものようにグラウンドからつなぎます。次に8番ポートをスイッチの空いてる方につなぎます。最後に3番ポートをブザーのプラス側につなぎます。配線はこれで終わりです。では実際に動かしてみましょう。実際に動かしてみます。先ほどのプログラムはすでに書き込んであります。では早速ボタンを押してみましょう。うまくなりましたか？もう一度押してみましょう。というわけで今週はブザーを鳴らしてみました。電圧かけるだけで鳴ってくれるので、プログラム的には LED を光らせた時と同じでしたね。今回特に課題は設けませんが、よかったらいろいろリズムを作って鳴らしてみてください。3分間タイマーにするのもいいですし、メトロノームみたいにするのもあり。楽器演奏のリズム取りに使えたりするかもしれませんね。何か思いついたらいろいろ試してみてください。次回は未定です。ちょっと工作してみたいものもあるので、それをやるかもしれません。ではここまでご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ではまた次回よろしくお願いします。